はい、ということでできました。どうでしょう。はい、どうもこんにちは、マーブラックです。本日はですね、わらしべ長者企画のワゴン R、WR が、販売が決まったんですけれども、その中でオプションでですね、ルーフ塗装というのがオーダー入りましたので、そちらのルーフ塗装のですね、作業風景を動画にしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、それではですね、早速なんですけれども、ちょっとですね、撮影ができていませんで、もうすでにワゴン R の部品を、ルーフ周りを全部取りました。そして、今回はこちらの商品すべてを黒く塗るということで、こういうパネルなんかもね、全部塗るような感じになります。このルーフを外した工具なんですけれども、工具はですね、こちらの 14mm のラチェットと、プラスドライバー2番ですかね。こちらのドライバーと、あとはおなじみのクリップ外し。こちらの3つの工具で、こちらの全ての部品を外しました。で、ルーフなんかもよく見ると、こういうシミとかね、あるので、購入者さんからオーダーが来たんですけれども、大正解かなと思います。詳しい値段につきましてはね、概要欄をご覧いただければと思います。ルーフを塗るに対して使う塗料はこちらです。じゃん。はい。こちらですね、ダイソーさんの60なんですが、実は以前にマーブラ号のリミテッドのルーフ塗装をしてまして、そちらを塗るときにですね、こちらの墨汁が大活躍してくれました。こちらですね。こちらを大体ね、3本から4本ぐらい使うような感じになりますので、そちらでこのルーフのカーペット部分をね、塗りたいと思います。同様に、こちらの樹脂部分に関しましては、脱脂をして、それからですね、艶消しブラックのオーダーで、受けてますので、そちらでですね、塗料をしたいと思います。それではまずは何から始めるかというと、パネル周りの塗装をしちゃいましょうか。こちらのパネル周りの塗装をね、やるに対して、まずは洗浄から行いたいと思います。さあ、ここからいよいよですね、洗浄なんですけども、まずはこちらのスポンジの硬い方で使ってください。硬い方でやると、およそですけどね、800番のペーパーを当てたような状況で線傷を与えられるので、その硬い方のスポンジで洗浄します。同時にこの中性洗剤で洗うことによって脱脂もできるというダブルの効果がありますのでね、こちらで時間を短縮するためにちょっとこちらでやりました。それと同時に、結構汚れなんかもついてたので一石三鳥ぐらいのね役目があります。そして洗ってると同時に水をですね、これよく洗い落としてください。この泡とかが残ってると結局ね、泡って結構まとわりつきますので、洗い落としきれてないと塗装の時に影響が出てしまいますので、弾きとかね、そういうのが出てしまいますので、十分乾燥させることを忘れないでくださいね。さあ、そしてですね、どんどん一個一個洗っていくんですけども、何気にね、この脱脂と研磨大変です。はい。そして今度はですね、歯ブラシなんかでこういう詳細の部分、これ今サンバイザー洗ってるんですけども、そういうのなんかも洗ってます。あとはこのミラーなんかも外したんですけども、すでに蓋の爪が折れてまして残念な状況となっておりました。ただそれもとりあえずは蓋も外してミラーも外して
隅々ね全部塗れるような感じで、やはりなんか蓋開けたら色が塗れてなかったとかっていうのが可能な限りなくしたかったので、一応全部ですねこれを外して塗ってます。さあそれでミラーもせっかくだったらっていうことで全部脱脂っていうか洗浄ですね、洗浄して洗ってますが、このつり革なんかもね手垢とかはついてものも車両によってはあったりとかしますので、そこら辺なんかは抜かりなくね徹底的にやってます。あとこれせっかくだったらルームランプのリフレクターあるじゃないですか、透明なやつ。あれも裏側って結構ですね汚れてたりとかしますので、あれなんかも歯ブラシで洗うと結構レンズ綺麗になりますよ。これね意外なおすすめです。これ結構みんなそのままにしてて知らず知らずに曇ってたりとかありますので、そこなんかも洗ってあげるとかなりね復活します。復活っていうか透明度がね増しますんで、ぜひおすすめです。ゆくゆくはそちらなんかもリフレクターをスモーク塗装とかするのもありかもしれないですね。そして、これはルームランプフロント側ですね。フロント側洗ってるんですけども、今これ筆で、スイッチも洗っちゃってます私。側だけですけどね。そこら辺なんかも一緒に洗って、とにかく汚れっ気をなくしてます。で今これルームミラーでボールジョイントも外してます。ボールジョイントも外して、ボールジョイントの部分も塗ってます。同時に鏡の部分に関しましては今回はマスキングにしました。割っちゃいけないんで。で仮にはみ出て鏡に塗られたとしても、スクレーパーみたいなのだったら鏡なんかは塗ってしまった塗料なんか綺麗に剥がせるっていうのを考えたんで、それであえて今回マスキングにしました。さあそしていよいよ筆でですね、今一個一個これ屋根のルーフライニングを押さえるクリップですね、クリップの面が出てる部分を塗装しますので、そこを今一個一個洗ってる状態ですね。地味な作業なんですけども、この地味な作業を一個一個繰り返してやっていくと、全体的にねルーフなんかもバッチリと今回は真っ黒にしますので、やっぱねルーフが黒ってねかなり印象変わるんですよ。これ助手席でたまたま乗った人とかだったらあんまり感じないかもしれないんですけど、やっぱ運転席とかって常に見えるじゃないですか、ドライバーからしてみたらね。なのでここがね黒くなるってね相当印象が変わるんで、私個人としてはものすごくおすすめです。まあ人によってはルーフなんか塗るんじゃねえよとか思う人もいるかもしれないんだけど、私はルーフ塗装はねかなり印象変わるんで大好きな部類ですね。はい、そしてこちらはですねエアブロアで全部一個一個乾燥させてます。そろそろ皆さん見飽きたと思うんでスキップしたいと思います。さあ、ようやく洗浄の方が終わりました。まずはですね、こちらのパネルの塗料から始めたいと思います。塗装に関しては缶スプレーで、こちらのラカスプレー、これをね、使いたいと思います。ここからまずはですねパネルの塗装を始めました。結構塗るのがこれ持たなきゃいけなかったりとかあるんで、つるっていうのもしたかったんですけども、フックがあんまりないのとあまりにも数が多すぎるのでつることがしきれないんですよ。なので置いて塗装をしました。まあ主にマスキングとかはないんですけれども、小物の数がとにかく多いんでものすごく大変です。そして今これ塗ってる最中は艶消しありの黒には見えるんですけれども、これ塗って乾くとですねものの見事にマットな感じの艶消し黒になりますんで、まあこれはね乾ききってないということになります。だいたいこれパネルで全部含めておそらく3度塗りぐらいしましたかね。使った缶スプレーはだいたい3缶から4缶ぐらいを使った感じです。でこれは正直安いです。1缶と確か300円とかそんなもんで買ったやつなんで安いんですけども、何よりこのプランで値段が上がってしまう理由はパネルの脱着と洗浄、これがねとにかく一番大変ですね。
それなので値段は上がっちゃうんですけども、やった後の効果はものすごくあります。もうひたすらこういう風にとにかく細かく分解して塗装をしてっていう感じなので、これをね一通りやって、残りはね例の墨汁ですよ。あれで最後の塗装をねぜひ見ていただければと思いますんで、今これはねようやく大物関係なんかを塗るような感じになってきましたんで、もうちょっとって感じですね。これを終えていよいよルーフの塗装に入りたいと思います。では間もなく終わりますんでね、もうしばらくお待ちください。さあ、続いていよいよ本題のこちらのルーフをね塗りたいと思います。こちらのルーフは墨汁で塗りたいと思います。結構ね墨汁が一番相性いいような気がしますので、ぜひね塗る様をご覧いただければと思います。はい、ではそのままですね、こちらに墨汁を入れちゃいます。このままです。はい、じゃあ1本入れました。では、いよいよやってみたいと思います。塗り幅なんかは50でいいと思います。2回転にいきます。さあようやく本題の墨汁塗装になります。ご覧いただいた通り、これ1瓶目なんですけども、今ちょうど終わりますよ。2瓶目いくんですけども、ご覧の通り一気に色が乗っかるんですね。これ突出量もかなり多いんで、一発でバッと乗っちゃうんですけども、特にムラもなくね綺麗に塗れますんで、これカメラだと結構なんかムラあるように見えるんですけども、実際に塗装して乾いたからっていう感じなんですけども、実際見るとムラはかなりないですね。あとはついでにいつもかぶってる帽子が緑色に変色してしまいましたので、こちらをですね一緒に塗っちゃいたいと思います。はい、どさくさに紛れて貧乏 YouTuber マーブラックのいつもかぶってる帽子が視聴者の高橋さんに緑色だよって言われて、急遽墨汁で塗りました。おそらくね洗えば多分色落ちちゃうと思うんですけどね。はい、それではですね、1日無事明けまして、塗装の方なんとか完了しました。これからですね、この数々の部品たちを組み付けていきたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。さあここからはですね、もう残りは組み付けなので、もうマーブラックのテンションも上げ上げでございます。ただこのルーフはですね、変に無理やり入れ込んだりとか押さえたりとかすると、シワ寄っちゃうとシワが二度と取れなくなっちゃいますんで、これ十分気をつけてください。そしてこの天井を張り終えたら、あとは各部の小物なんかをねいろいろつけていく感じです。このパネルは下側を外さなくて大丈夫です。浮かした状態で間に挟むような感じでやれば綺麗にですねしっかりとはまりますので、付け終えたらシートベルトをつけるという感じです。シートベルトに関してはベルトの部分がね後ほど説明するんですけれども、やはり塗れないんですよね、シートベルトがあるんで。なのでまたこれはねまた後ほど説明したいと思います。同様にルームランプをつけて、ルームランプの縁の部分もね黒く塗ってますんで、統一感がやっぱね全然違います。ルーフ塗っといてね、他のパネルなんかが黒じゃなかったりとかすると統一感がないので、とにかくそこは妥協したくないので全部黒に塗り切るということを一切の妥協なくしました。そして今これつり革つけてるんですけど、これつり革はねちなみに全部クリップだけでついてます。なのでネジとか一切ありません。はい、ちょっとマーブラねテンション高いんでおちゃらけてます。失礼しました。はい、で残りはですねこのつり革をつけて、あとはねこれフロントのサイドパネル関係ですね。あとサンバイザーもありました。これサンバイザーもネジ1本と、あと奥側のフックのところもクリップだけです。ここのシートベルトのところのサイドパネルはちょっと面倒で下側もずらして、このほらもう真っ黒でしょ、超綺麗になったんですよこれ。あとはこのシートベルトをつけて話していたシートベルト部分ですよね、今グレーですよね。これも後々ブラックにしますんでね、これは取り付けてからになります。
はい、で完了です。それからさらにフロントのこの A ピラーのパネルですね。はい、ということでできました。どうでしょう。真っ黒。一応ですね、このリアのランプのところも黒にしたりとか、このパネルもね真っ黒にしました。いい塩梅でしょ。これ黒好きにはねたまんないと思いますよ。そして唯一ですね、このインナールーフを塗るに対して唯一塗れないところがあります。それはですね、このシートベルトなんですね。このシートベルトを塗ってあるんですけども、実はここのベルトがどうしても外せないので、当然塗装ができないんですね。なのでここはですね、なんと僕の手マーブラックマジックで、マーブラックマジックってあれですよ皆さん、マーブラックがマジックペンを持って色を塗りました。はい、いかがでしょう。一応ねこれも真っ黒な感じでは塗れてるんですけども、やはりマジックなんでね、どうしてもちょっとムラができちゃうんですよね。まあでも一応オーナーさんとも了承の上で、やらさせていただきました。これね全くマーブラックの所有しているリミテッドと全く同じ仕様です。そしてこのパネルなんかもね、裏側もこの中もね一応全部真っ黒に塗らせていただきました。はい、このスイッチもね黒くさせてもらったんで、まあこれでとりあえずね、おじいちゃんが歩いてますけど、とりあえずこれでいいかなと思います。はい、ということで無事インナールーフの塗装が完了しました。パネルもね含めましてね、こっちのパネルなんかも塗れました。ということで皆さんいかがだったでしょうか。これがね、まあ人によってはマジックなんてとかすぐ取れちゃうじゃんとか思いがちなのかもしれないんですけども、やはり気持ちがね乗ってるところの場所が変わるっていうのが一番オーナーさんがね変化を感じられる場所ですので、まあ私はそれを変えたかったので、私のリミテッドもインナールーフをね真っ黒に仕上げましたので、まあ、もしね興味ある人がいましたら、まあ、やってみるっていうのもありかなと思います。特殊工具も特に必要はありませんので、2番のドライバーと 14mm のソケットレンチがあれば基本的には全てできますので、まあ、これでねなんとかやれればいいかなと思いますので、ぜひお試しになってはいかがかなと思います。まあそれでもできないようであればマーブラックスタジオにて持ってきていただければ作業の方も承りますので、ぜひねご検討いただければと思います。ということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、ちょっと今片手だからできないんですけども、オンにしていただきますとマーブラックの不定期な動画の配信が通知でお知らせになりますので、ぜひとも通知をオンによろしくお願いします。もう皆さんのおかげでこのマーブラックの作業も順調にね終わりました。皆さんが見てくれるからマーブラックもやる気がね出ますので、今後もぜひともご覧いただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。